それタブやで。Yo! What's going on 日本？ディックやで。日本ではね、様々なタブーな質問とかありますよね。例えば年齢を聞いたり、家賃を聞いたり、給料を聞いたりっていうのがね、タブーとされているんですけど、マレーシアでもね、様々なタブーな質問だったり、やっちゃいかんぞっていう行動があります。実はね、マレーシア人にやっちゃいかん行動っていう動画はね、たくさん出してきたような気がするんですけど、今日はね、まとめとプラスアルファみたいな感じで皆さんに紹介したいと思います。早速見ていきましょう。Let's go! 頭触っちゃあかんで。日本ではね、頭叩くと笑いが起きる、頭触ると胸キュンとなるっていう不思議な文化があるかと思いますけど、マレーシアでは頭触ると男女関係なく怒られるだけで、それについてね、実はこちらの動画にも紹介したことがありまして、興味があればぜひ見てください。続いてはこれやで。お父さんの名前呼ぶのはあかんで。日本人の名前では姓と名っていうのがあるじゃないですか。例えば田中良介という方が、田中がお父さんの名前でファミリーネームであり、お父さんの名前ですよね。そして良介っていうのは与えられた名前やねんけど、で日本では初めましての時とかはね、礼儀として名字を呼ぶのが当たり前になってるんやけど、マレーシア人の名前には名字っていうものはほとんど存在してなくて、その名字の代わりにその人の名前の後ろにお父さんの名前がついてあって、そのお父さんの名前を呼ばれるのがとっても失礼やで。例えばモハメド・ラフマン・ビン・アブドゥルっていう名前やねんけど、そのアブドゥルっていうのはお父さんの名前やねんけど、その人の名前がモハメド・ラフマンですね。そのラフマン君のことをアブドゥルと呼ぶと自然に怒りたくなるっていう気持ちになっちゃうんですよね。嫌な気分になっちゃうんですね。これはマレー系の名前に限らず、インド系の名前でもお父さんの名前が後ろについてあって、そのインド系の方のお父さんの名前を呼ぶのもあんまり良くないとされています。中華系の名前はイングリッシュネームとついている方もいるんですけど、でその後にファミリーネームが来るんですね。中華系の方はなんか割と普通の方もいます。でも何呼べばいいかわからない時は、聞いた方がいいかと思います。この呼び方についてね、こちらの動画にも紹介したことがありますので、興味があれば見てください。続いてのタブはこれやで。年配の方を名前呼ぶのはあかんぞ。日本ではね、年配の方とかには何々さんって呼ぶこともあるかと思いますけど、でマレーシアではね、年配の方を呼ぶときにどっちかっていうとおじいさんとかおばあさんみたいな呼ぶのが一番無難かと思います。例えば結婚した後もね、自分の義理のお父さんとか義理のお母さんの場合でも名前じゃなくて普通にそのお父さんまたはお母さんって呼ぶのが普通かと思います。呼び方どうしたらいいかっていうのは混乱する方もいるかと思いますけど、そちらについてもね、こちらのマレーシア人の呼び方っていう動画にも、紹介してありますので、興味があればぜひ見てください。 NEXT! 人をまたぐのはあかんぞ。マレーシア人は日本と同じように床で座る文化もありまして、床で座るときね、たまに足を伸ばしたくなる気持ちもあるやんか。足がしびれたときはね、その足を伸ばしたときにこの足をまたぐのが良くないとされています。これはね、怒られるだけで、または床にたまに、寝転んだりする機会もあるかと思いますけど、その時にその寝転んでる人の体をまたぐのもこれも同じようにあかんぞ。この床に座る時のマナーについてやねんけど、またこちらの動画で喋ったことがありまして、興味があればぜひこちらの動画をチェックしてください。次にやっちゃいかんことはこれやで。枕の上に座るのはあかんで。日本ではね、座布団の上に座るっていう文化があるやんか。これはね、マレーシアではね、あんまり良くないとされています。マレーシアではその座布団というよりもなんか四角いクッションみたいなのがあるんやねんけど、そのクッションはね、例えばソファーの上にあって、それを床の上に置いて、床に座るときにそのクッションの上に座ると怒られるぞ。これはもうやっちゃいかんやつです。クッションやったり寝る時の枕とかはね、頭とかにつける場所なんですね。これも頭はね、神聖の場所としてね、これを、自分のケツをつけるのはね、あまり良くないとされているので、やらないでくださいというかタブーとなっておりますので、気をつけましょう。こちらについてもね、ちらっとこちらの動画で紹介したことがありまして、興味があればこちらの動画もチェックしてみてください。続いてのタブーはこれやで。シンガポールの料理はマレーシアと比べて美味しいやなと言っちゃあかんぞ。
なんやかんや言ってね、マレーシア人にとって何が一番プライドを持っているかと言いますと、他にもない飯です。マレーシア人はね、マレーシア料理に関してとってもねプライドを持っています。自慢です。ラクサといえばシンガポール、チキンライスと言ったらシンガポール、ナシゴレンと言ったらインドネシア。ちゃうねん、全部マレーシアです。全部マレーシアです。これはね、マレーシア人にとってはね、非常にね、譲りたくないっていうか、プライドを持っている料理たちです。その周りの国たちに持っていかれるとね、すごくなんかね、悲しいですよ。マレーシアの他のことをいじられてもね、意外とそんなにね、傷つかへんやで。例えば、マレーシア人はあかんぞ。時間にほんまにルーズしすぎなんやな。なんか仕事頼んでまんま適当にやっててね、なんかダラダラしててほんまに見てて腹立つやわと言われてもね、だって少しぐらいだったら別にええやん。そんなに時間に縛られる生活なんて楽しくないもん。だからゆっくりやってね、その時その時でちゃんと対応すればええんちゃうか。ディスられてもね、全然傷つかないんですよ。またはマレーシアでの生活なんてもうほんまにあかんぞ。もう無理。だって運転荒いもん、マレーシア人。いつか死ぬぞ、そんなのやったら。もうあかん、もういや。みんないつか死ぬんちゃうか。別にええやん。とか、そんなに運転嫌やったら別にグラブ使えばええんちゃうか。あんなにディスられても平気やで。だがしかし、マレーシアよりはね、ちょっとあかんわ。口に合わへん。どっちかっていうと、シンガポールの方が美味しいやわ。待って、さっき何つった？マレーシアの料理は口に合わへんの？お前には何がわかんねん。そもそもお前の料理はね、さしすせそしかあらへんねん。だから何もわからんちゅうねん。マレーシア料理にあんたの口に合わないわけないやろ。どこで食べた？何を食べた？何があかんの？どこら辺があかんの？何食べた？そしてさ、シンガポール料理って言ってもね、シンガポール料理をマレーシアからパクったもんやからな。マレーシア料理って言いながらのシンガポールの屋台ちゃいます？お前が食べた料理のところすれてこいよ。あれパチモンちゃうか。絶対嘘や。納得いかへん。料理だけはほんまにあかんぞ。そこにはプライドを持ってます。やっぱりね、マレーシア人にとってはね、マレーシアっていう国は多民族国家の国でありまして、そこで生まれてきた食文化がね、とっても誇りと思っていますので、そこね、いじられると傷つく人がね、たくさんいるかと思いますので、ぜひ気をつけましょう。いやー、どうでしたか皆さん。参考になりましたか？今回紹介してきたマレーシアのタブーをできれば避けてみてください。しゃあない時はしゃあないんですね。だって知らなかったもん。そこで学べばいいかなと思います。まだまだね、マレーシアでやっちゃいかんぞっていうタブーがたくさんあるかと思いますけど、もしもね、皆さんもね、マレーシアでタブーで怒られた経験がありましたら、ぜひ一言シェアしてください。というわけで今日の話はこの辺にしておきます。また会いましょう。以上、リキャッタでバイ。